今回こんな感じで机の上に置けるようなサイズのコンパクトなやつを組んでみました。フィギュアで空いたスペースをデコってみました。どうでしょう、下の電源の上のスペース空いたところこんな感じで、一番気に入ってるのはこいつですね。歯ですね。歯茎。これかわいいですね。よいしょ。そしてメモリの LED もいい感じで、上の方に行くと人体模型、骨格さんと筋肉さんがお迎えしてくれます。どうでしょう、かわいいですね。ホラーナイトと名付けよう。2月も終わってですね、やっと中国の春節も終わったということでですね、中国のサイトでいっぱい買い物してました。 SSD と、あとケース、ケースじゃなくてベンチ台みたいな感じですね。立てかけのなんかアルミのいい感じのラックみたいなやつなんですけども、これが早速届いたんで、春節ということでもう6週間か7週間ぐらい待たされてしまったという、ちょっと気長に待ちました。でやっと来たので、これをちょっと開封してみたいなと思います。ワクワク、それ楽しみですね。なぜか頼んだのは中国のサイト、そして来たのは中国ではなくシンガポールからやってまいりました。開封する動画は少し時間かかるので倍速でやっていきますね。やっぱり中国から来るような商品ってすごい梱包とかすごいめちゃめちゃなやつがあるんですよね。なんかほんまに割れ物とかでもこんな簡単にプチプチで袋に入れられてきたりとか、でも今回しっかり段ボールですね。サイズのしっかりした感じのやつで来たんで、すごく安心できましたね。いざ開封してみるとパーツが何個かですね入ってるだけですごい簡単な感じだなと思いました。でも実際にベンチ台とか買ってもプラスチック素材で作られてるやつで5000円ぐらいするので、今回これ5700円なんですが、アルミでしっかりしたものをですね、買えると思ったらすごくリーズナブルですよね。ただやっぱり難点なのがマニュアルが超適当、こんな感じでなんかネジの部分とかなんか一つ一つパーツのイラストが微妙に形が違ってちょっと困惑しちゃうんですよね。でこれが最も今回悩んでしまったパーツで、実際にマニュアルのとこにはなんかネジのようなものを入れるような書き方してるんですが、実際はそうじゃなくて、初めからですね、そのパーツ自体をなんかこの六角形のなんていうかわかんないですよ、グリグリして押し込むような感じ、ちょっと説明難しいんですけど、とりあえずマニュアルが適当だっていうことです。簡単に組み立ててみるとざっとこんな感じ。そして持っている ATX マザーと電源をとりあえず取り付けてみる。後ろがガラ空きなので、後ろからクーラーを固定するやつとかですね、すごい楽にできますね。できました。こんな感じ。今は前面の方に SSD ついてるんですけども、これ実は後ろの方にも固定することができますね。ストレージとかそういうものは後ろに回して前の方にグラボと電源っていう、いろんな組み合わせができますね。右と左を入れ替えたりとか、そういうのもどうやら自分でアレンジしていくことができるみたいですね。机の上に置いてみるとこんな感じで、 ATX マザーでもここまでコンパクトに見えますね。個人的にはグラボが裏返ってる、ファンが上に向いてるのがすごいかっこいいなと思いますね。付属している電源のケーブル、スイッチのケーブルですね、これがあったんでちょっとペラペラな感じで頼んないんですけども、せっかくなんでこれでつけてみましょう。完成しました。どうでしょうか。結構満足ですね。モニターがちょっとはみ出して落ちそうになってるんですけど、ここはちょっと仕方ないですね。ちょっとスペースが足りませんでした。でもすごいスペースが足りないからこそこうやってコンパクトに作れるっていいですよね。なんかやっぱり基板むき出してかっこいいなと個人的に思っちゃいます。ぜひあまりスペースがないよとか、ベンチ台が作りたいなとかですね。あとはこんな感じでちょっとそのままむき出しで使うとかっこいいなとか、
こういうイルミネーションの LED のあるねメモリとかそういうのつけて楽しみたいなっていう方はいいんじゃないでしょうか。一応もう一個ベンチ用の PC 用にもう一個同じの買おうかなとも検討中でございます。見てくれてありがとうございます。またお会いしましょう。